日本人って会話で嘘つくの？今度ご飯行きましょうが開催確率 3% の確率だったの？日本に来たばかりの韓国人時代、僕は日本語をそのまま信じて第一項を連発しました。検討しますを OK だと思い、2週間待機したりとか、もし可能でしたらを選択肢だと思い、普通に断って空気が凍結したことがあります。今日は日本人しか使わない優しすぎて逆に難しい日本語を5つ話します。外国人がどう受け取るのか皆さんにぜひ話をしたいと思います。まず一つ目、検討しますねですね。韓国人の僕、日本でこの言葉を最初聞いた時に、やったぜいけたぜと思いました。体感で言うとですね、韓国なら 60% くらいの前向きですかね。だから僕、こういう検討しますと言われた内容は、全部進行中として脳内管理してたんですよ。でも違いましたね。1週間後、連絡なし。2週間後、静粛。3週間後、僕だけまだ待ってると。その時ですね、日本人の知り合いに言われました。検討しますはね、時によっては優しい終了のお知らせの時もあるよと。いやー、これゲームオーバーの確率あったのって思いました。韓国の場合ですね、難しいですとか、それ無理ですねとか、嫌ですねみたいな日本人はちょっとびっくりするかもですが、比較的にはっきり言いますね。結論が早いから効率はいいと思います。もちろん全部長所短所あって、これはたまにね、リスペクトに欠ける時もありますね。一方で日本は断る側の痛みまで減らそうとする相手の顔、空気、その後の関係性まで守ろうとしてるんじゃないかなというふうに思いました。韓国は誤解を減らそうとして、日本は傷を減らそうとしてるんだなというふうに、僕は個人的には理解しています。だから日本人のこの遠回しっていうところは、意地が悪くて本当に悪い気持ちで曖昧じゃなくて、人間関係を維持させるための、技術なのかもしれないと思いました。二つ目、可能ですかですね。韓国人の僕、このもし可能でしたを完全に断っても OK な選択肢だと思ってました。ある日、クラスの知り合いからこう言われたんです。パクさん、大丈夫だったらこれやってくれませんかみたいな。可能ですかみたいな。僕、それ聞いてですね、断っても大丈夫かなと思って、軽く、すいません、厳しいですって返したんですよ。そしたら空気がマイナス3度くらいになったんですよね。で、後でこの日本人の友達に聞いたら、これはもう前後の文脈が大事なんですと。かなり本気でお願いした場合もあるということでした。もうそれを聞いて僕の頭の中完全に崩壊したんですね。例えば韓国でどうしてもっていう時、でももう人足りないからもう頼むとか、もう上司ならもう来いよみたいな直球で来る場合があるんですね。でも日本は同じ状況でも、お願いする側が低姿勢になることで相手への圧を減らそうとすると思うんですよね。例えば、自分で落としたゴミっていうのを、自分が拾うのが当たり前なのに、日本の方だったら言葉に気をつけて、もしそこにあるゴミ拾ってくれたりするみたいな形で、自分が落としたんだみたいな形で、囲い込むというか、包む形なんだと思うんですね。だから文脈を読むスキル、その空気を読むスキルってことが大事なんだなと思いました。3番目はですね、今度どうですかって話なんですね。日本人の知り合いにこういう時あるんですよ。今度ご飯行きましょうよって。仲良くなれたと思って、もう次の日に店調べてました。焼肉、寿司、居酒屋も全部これできるんじゃないかなと思いました。でも、待てと暮らせと日程の連絡が来ないんですと。韓国人の僕、どういうことですかって衝撃受けたんですね。これね、微妙に似てて、微妙に面白いんですよ。韓国にもだって同じような言葉あるんですよ。韓国版だと、ご飯でも一回行きましょうよ、みたいな言葉ですね。これも日本の今度良ければ的な形なんですけれども、この確率の微妙な差分があるんです。日本だと今度行きましょうや、多分開催率 20% くらいかなと思ってるんですけども、韓国は 30% とか 35% 的なイメージなんですね。微妙に韓国は高いんですよ。だから、もう、ご飯行こうって言われて、じゃあ今度、いつ来週とかどうって言われ
れたら、もうそのまま、じゃあ行こうか、みたいな形になる場合、体感で言うと、もうちょっとあるような気がするんですよね。みたいな、この微妙な空気感の違いが、両文化知ってるとわかるんですが、知らないとちょっとずれちゃうんですよね。こういう文化、日本も韓国僕かなり好きなんですね。これってあなたと敵対してませんよみたいな、あなたといつでも一緒にいれるよみたいなことを伝える言葉なんだと思うんですよね。この関係を急に近づけない代わりに、ちょっとずつ柔らかくしていくような言葉だと思います。次4番目、相談しますね。ですね。一度周りの皆さんとも相談してみますね。って、こういうこと聞いたときに決済上がるんじゃないかなというふうに思いました。でも分かりました。これはみんなで決めたいというよりかは、僕一人では断定できないので、とりあえずはみんなで相談してみますね。的な考え方なんですよね。で、こういう場面で韓国の場合ですと、その関係者が OK ですとか、もういけそうですとか、これダメそうですね、みたいな、もうその場でもはっきり切る時があるんですよね。これは速度という面では早いと思うんですけれども、後から話変わってくることもありますよね。できるって言ってるのにできなかったりすると。で、日本の場合は関係部署と確認してとか、一度社内に持ち帰りますみたいな、全員で納得して進めることに、日本の場合は価値を出してる。そこから力を得てるかもしれないですね。だからそういう細かさ、丁寧性があるからこそ、大きな事故が起きないとか、その摩擦を減らすだったりとかっていうのがあると思うんですね。確認と信頼文化なんじゃないですかね。だからもう韓国は突破力、まず速く走るとか、日本は安定力、転ばないように走るみたいなことを、日本と韓国の企業を見てると僕は感じてますね。で、5番目はですね、すごいですね、みたいな感じですね。これも韓国の方でよくあるあるなんです。で日本人に僕日本語喋ってったら、すごい、めちゃくちゃ綺麗ですね、みたいな感じで褒めていただくんですが、本当にまだまだなってところがありましたね。だから、日本の方の、すごいだけじゃなくて、へー、なるほど、とか、こういう言葉あるじゃないですか。こういうのって見てると、会話を明るくするための、リアクションなのかなというふうに思うんですね。ポジティブな反応を返して、その場の空気感を良くする。その相手の自信感を持たせる。これは、一歩間違えたら、変な方向に行っちゃうんですけれども、正しく理解する。もちろん、自分のことを褒めてくれてるし、この場の雰囲気を優しくしようとしてるんだ、みたいな、この減点しない会話なのかな、みたいな、そういう考え方までできるといいんじゃないかなというふうに思うんですね。韓国の場合は、とか、もちろん、うわ、テーバーとかあるんですけども、日本に、平均的に比べたらもう少しテンションは抑えめだったりとかするんですね。もしかしたら皆さんその韓国行って喋ってみてください。家族とかその味方、私たちになった瞬間じゃなくて、僕とあなたみたいな、ちょっと他人の瞬間になった時で見ると、そのテンションっていうのは若干低いかもしれません。はい。ってことを見てると、日本語ってただの言葉じゃないんだと思うんですね。傷つけないとか空気を守るとか相手を安心させるとか、日本の方の価値観そのものが会話の中に溶け込んでると思います。だから最初、海外の人は戸惑ったりするんですね。僕も何回も、日本の方の話し方とか考え方、価値観、日本文化が理解できていなくて苦しんだこと、正直に言えば僕はありました。でも、それは日本人が悪いわけでも、外国人が空気を読めなくて、もう外国人が悪いわけでもなくて、国によってその優しさをどのように表現するのかっていう方法が違うだけなんじゃないかなという個人的に思ってるんですね。もう日本の方はちょっと理解しづらいかもしれないですけども、韓国の方はストレートに言うことが優しいというような価値観なんですね。で、僕は韓国から日本に来て、この両方の価値観、考え方、感情、両方知ってますよね。その中でもこの価値観を状況によって分けることで、より良いことになることもあるんですね。僕は個人的にそのスピードという現実さ、この両方を組み合わせて、より良くなろうというふうに思っております。皆さんも良ければ、ぜひ参考にしてみてください。以上、パックンでした。アニョン。